こんにちは。今日は、日本での利き手についてお話ししていこうと思います。皆さん、利き手、どっちですかね。右利きと左利きあると思うんですけど、右利きってちょっと言いにくいですね。僕は、右利きなんですね。ペンとか、箸とか、スプーンとか、何を持つ時も、右の方が、なんか使いやすい感じがするので、一応、右利きなんですけど、皆さんどうですかね。まあ最初に話した利き手っていうのは今の話で大体分かったと思いますけど、まあ、ペンを持つ手とか、ハサミを持つ手、まあ、使いやすい手はどっちかっていうお話ですね。で、僕は右利きなんですね。で、日本ではちょっと左利きの人がちょっと結構大変そうなんですね。今日はそのことについてお話ししていくんですけど、他の国では僕はあんまりちょっとわかんないんですけど、左利きってやっぱりちょっと生きにくい感じがするんですよね。僕は右利きなんですけど、僕の、お母さん、母親は左利きで、結構子供の時から大変な経験があったみたいなんですね。僕の母親なんか介護の仕事してるんですけど、その介護の仕事っておじいちゃんとかおばあちゃんになんかご飯をあげなきゃいけないんですよね。でその時になんか左手で箸を持ったり、なんか左手で、スプーン使っておじいちゃんおばあちゃんにご飯あげるっていう仕事もまあもちろんあるんですけど、その時に左手でそのおじいちゃんとかおばあちゃんにご飯あげたら怒られるらしいんですね。右手使ってくださいって言われるらしくて、僕、まあ、今でもそんなこと言う人いるんだってびっくりしたんですけど、まあ、やっぱりまだ古いというか、その年上の世代は結構気にしちゃうみたいなんですよね。っていうのも、昔ってなんか小学校とかでも、左利きの人は右利きになるような、教育があったんですよ。右手で箸使いましょうとか、右手で鉛筆で書きましょうとか、そういう授業まであったらしくて、多分母親もそういう授業を受けたと思うんですけど、結局左の方が使いやすいから今でも左手使ってるんですよね。それで昔も、まあ、今もちょっとあるんですけど、左利きの人ってちょっとちゃんとした教育がないとか、そういうことを思われるらしいんですよ。お母さんによるとですけど、僕ぐらいの世代になるとあんまりそういう、偏見みたいなのはないんですけど、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんはまだ気にするみたいですね。例えば日本とかだとね、侍とか、武士いるじゃないですか。で、侍とか武士って、刀持ってると思うんですけど、刀の入れ物、鞘って言うんですけど、鞘を、体の左側につけて、で右手で、刀を取り出すっていう動作が一般的で、逆にそれしなかったらあのなんかバトル、その戦いに負けやすくなるっていうのがあったので、まあ、今でも右手がいいみたいなイメージがあるらしいですね。まあ、さっきその僕の世代ではあんまりそういうこと気にしないって言ってたんですけど、そうは言ってもまだ学校とかでちょっとまあ、右手使いましょうみたいなクラスとかいろいろあったので、まあ、僕の経験からちょっとお話ししていこうと思います。まず、一つ目はやっぱり箸ですね。箸って完全に右利きのためのアイテムみたいになっちゃったんですよね。僕も小学生の時になんか箸の使い方のレッスンみたいなのがあって、カリキュラムではその先生はみんな右手の箸の持ち方で子供たちに教えなきゃいけなかったみたいなんですね。なので箸を教える時になんかイラストみたいな使って教えるんですけど、そのイラストも全部右手みたいな。でそれから日本のテーブルマナーみたいな感じで、そのご飯を乗せるためのトレイありますよね。そのトレイの中で、左はご飯で右は味噌汁で、この上にまあなんかメインの食べ物みたいな、そういう、まあ、ルールがあるんですよね。で箸の持つところを味噌汁の下に置いて、それで1セット完成みたいな感じなんですけど、そのテーブルマナー教える時もなんか先生は、味噌汁は箸を持つ方の手に置いてくださいみたいな、そういうことも僕は教えられましたね。なので箸を使うことについてみんな
右手使わなきゃいけないみたいな、そういう、認識があるっていう感じですね。で、次2つ目なんですけど、2つ目は、書道のクラスですね。書道のクラスも、みんな右手じゃなきゃダメでしたね。左手で書いてる、学生もいたんですけど、そういう子は右手で持ってくださいみたいな感じでよく言われてました。右手で、筆を持って、その右手で墨に筆をつけて、で書くっていう、そういう感じですね。なんかペンは、左で書くけど、鉛筆とかペンは左で書くけど、筆は右っていう人、今でも結構多いと思いますね。その書道の先生も、なんか漢字書くときに、羽とか払いとかあるじゃないですか。そういうことを教えるのも、右手で羽とか払いをする方法しか教えないんですよね。なので左手で払いをする方法がわからないから、もうみんな結局右手使わなきゃいけないみたいな、そんな感じでしたね。でも逆にスポーツはもう完全に反対で、左手がめちゃくちゃ強いんですよ。なんか野球とかね、バスケとか空手とか、もう剣道、何でもそうですけど、なんか左手の左利きの人がめちゃくちゃ強くなるっていうのも利き手についてのポイントかなって思います。その例えばボールを使ったスポーツ、野球とかバスケでも大抵の人右で投げたりシュートしたりしますよね。でも左手だったらやっぱりなんかシュートのタイミングが違ったり、ディフェンスの方法が違ったり、自分が慣れてないパターンなんでやっぱり強いんですよね。なので僕のチームの中にも、右手、そのペンとか箸とか全部右なんだけど、シュートする時とかボール投げる時だけ、左利きになる人もいました。そのためにいろいろ練習してたみたいですね。それからね、そもそもなんか日本語で、左っていう漢字があんまり、いいイメージじゃないっていうのもあると思いますね。なんか日本語で、左前になるっていう、フレーズがあるんですよね。で、左前になるっていうフレーズの意味は、会社とかビジネスの、経営がちょっと危なくなるっていう意味なんですけど、会社が左前になるっていうのは、そのあんまり会社がいい状態じゃないって感じなんですね。なのでなんか左は悪くて左前はいいんですけど、右前、ごめん、左前は、悪いんですけど右前はいいっていう、なんかやっぱ右が正しいみたいな、そういうイメージもあるんですね。それから着物とか和服でも、右前と左前っていう考え方があるんですけど、その着物を着るときに、着物ってその右の部分と左の部分、2つ部分あるじゃないですか。でこの部分を、右を前に着るか左を前に着るかで、本当に全然意味が変わっちゃうんですね。で右前で着物はいつも着なきゃいけないんですよ。左前で、着物を着るとめちゃくちゃ悪い意味になっちゃうんですね。なので基本的なルールとして着物はいつも、右前で着るっていうのがルールなんですけど、その左前で着物を着る時っていうのが1回だけあるんですね。でその左前の着物の着方をするタイミングっていうのが、死ぬ時ですね。人が亡くなる時に白装束っていう白い、和服みたいな白い着物を着るんですけど、その時は、左前で着なきゃいけないですね。でつまり、左っていうのはなんか、死ぬこととか本当に悪いイメージが、日本語であるので、やっぱりね、昔から左利きの人は右利きにならなきゃいけないっていうのがあったみたいです。最近はそんなことないんですけどね。なんか左利きの人のためのハサミとか、いろんな国であると思うんですけど、左利きのためのグッズがたくさん出てるのであんまり大きい問題じゃないし、今でもなんか個性的な、なんかユニークな面白い人って思われることが多いかもしれないですね。なんか普通は右利き、本当に僕の友達も家族もみんな右利きで、お母さんだけ、僕の母親だけ左利きなので、他の家族とか仕事の人からちょっと変な人って、思われてるみたいですね、今でも。そんな感じで日本での左利き、右利き
聞き手についてお話しさせていただきました。僕他の国のことについて聞き手とか全然わからないので、似たような経験とかあったらぜひコメントで教えてください。じゃあ今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。